残った12人の君たちに対してこれから我々はプロとして扱います。合宿審査の二次試験はプロのアーティストとしてちょっと活動してもらいたいなと、疑似的にプロのアーティストとして活動してもらいたいなと思ってます。プロが作った楽曲をプロが作ったコレオグラフでプロフェッショナルに歌いこなすということが行われます。はい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 。いわゆる課題曲審査みたいなものだね。はいはい。そしてここでこう作った課題曲は実際にリリースもします。正式に世の中に出る一歩目なので、もう今はアマチュアだからこのレベルとかそういうものはないというのが次に来ます。はい、では早速、その課題曲を聴きますか。はいはい、お願いします。お願いします。Be free 新しい朝日が昇る夜長を僕に見せてよ So I want you to be これを6人1組で、楽曲の完成、そしてコレオグラフを覚えてパフォーマンス、もう6人違う曲でやります。はい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 。どっちの曲をどの人にやってもらいたいなというのは薄くあります。例えばテンとソータは今回やっぱり別々のチームになってもらいたいなと思ってます。ソータには1曲目の Be Free、はい、ダンスのパフォーマンスに全開で振ることによって、というのを一回なくしたい。はい、本当に、ボーイズグループのラッパーとしてプレゼンスを示すというのをちょっとやってもらいたいなと思ってます。一方で10はムーブオン、聞いてもらったら分かると思うんだけど、数箇所やたらとテクニカルなところがありますね。はい、ちょうど今日の順位発表の時にやはり自分のスタイルの踏襲から脱却してほしいというのがあったと思うんだけれども、これはなんかいわゆるそれの一つの、最終試験みたいなところがあるね。自分のスタイルの中でもテクニカルなところが割と詰め込まれているので、バチッとパフォーマンスしてほしいと思ってます。はい、ラッパーの2人にはそんな風に具体的にあるけれども、他のみんなにとってもこういう曲をこういう風にやってみてもらえるのはどうだろうかというのがあったりします。まだ交換も可能ですなので、それをもろもろ話すための明日は個人面談、つわけで1回しか聞いてないと思うんだけど、なんとなく自分の中で膨らましておいてください。はいはい。2曲とも、コレオグラフは同じグループの人です。シットキングスの和樹、シットキングスの小栗、それぞれがコレオグラフをやります。プロの作曲家とプロのコレオグラファーがあなた方に曲を提供しますので、プロフェッショナルとして完璧にやり通してほしいなと思ってます。はいはいはい。何卒よろしくお願いします。今回は審査当日のパフォーマンスでしか評価しません。工程だけで見たら曲を作って振りを作ってパフォーマンスを固めて、ということをしてきたクリエイティブ審査に比べたら、次の1週間で行われるこの6対6チームバトルはもう曲や振りがある分楽なものになると思う人もいるかもしれないんですけど、
むしろこっちの方がハードルが高いのは明らかというか、なんだって世の中に出てしまうしリリースもしてしまうので、かなり厳しい審査になると思います。来たです。失礼します。お願いします。お願いします。まあソータには B フリーをやってもらおうかなとはい。思ってます。ムーブオンはやっぱりダンスドロップがフックになるんで、そこで存在感を示せると変わってきちゃうなと思ったので、逃げちゃう。そうここもう逃げようのない B フリーのオレンジをまずはやってもらおうと思ってます。はい。確かに歌聞くならここだなと思って歌のパート入れようかなっていういやー、そうですね。歌うパートをくださって、やっぱそこが今一番緊張はしてるんですけど、まあそれプラスダンスもあんまり多分ガツガツ踊ることではないと思うんですけど、その中でもなんか自分の存在感を出しながらちょっとラップのスキルっていうのをちょっと今回は一番重視して頑張りたいなっていうふうに思います。お願いします。体調どうですか？大丈夫です。はい。今考えてるのは、はい、B フリーの赤とかはどうだろうと思ってます。わかりました。まあ、直近の課題としては一発で人目を引きつけるみたいな破壊力とか感情表現の振れ幅が最初やっぱり小さく見えるのは、気になることが多いかなと思います。なんかそのラップがしてみたいっていう気持ちになって、それはあるよね。まあその全部ラップしなくても一部分だけラップしたいとか、そういう場面もそうだよね。なんかその場合じゃそうここやるよとかねやるよって面白いけど翔太君に土下座ですね、ちょっとお願いします。僕の希望としては本当にそんな感じですか。 OKOK ありがとう。ありがとうございます。さっきも改めて曲聴かせてもらったんですけど、すごいなんか想像がガッて広がった感じがして、次の審査がすごい楽しみですね。歌い出しも多分このままでいったら僕になるんで、すごい大事な部分任されたっていう感じがしてるんで、どっちやりたいなとかあります僕はムーブオンがやりたかったです。なるほどね。いい思います。レイちゃんの歌が一番いい時って、感情が乗ってそこから歌になってる時だから、アーティストとしては素晴らしいことなんだけど、同時に再現性がないことにすごく不安を覚えます。再現性がないは同じこともう一回やってって言われたらできなくなっちゃうっていうことは、感覚値としてこういう発声をしたから、こういう感情でこういう発声をしたからここがうまくいったとか、こういう息の切り方をしてしまったから失敗したっていうのがやってる時に分からないと、プロフェッショナルとして安定した成績を残すことができないと思うんだよね。ダンスの時にあと感情が切り替わってしまうことが、歌う瞬間とダンスを踊る瞬間でずっとつながった感情のままいってほしいかもしれない。それはひょっとしたらやっぱりまだどこかに振りを覚えなきゃっていう感覚があるのかな。振りを体に完全に入れた状態で何も考えずやることができたらおのずと力も抜けると思うし、歌に再現性が出てきたらこのパートになった瞬間に安心するなと。やりやすいとか、やりにくいとかじゃないんですけど、ダンスがうまいそうたくんと組んだらどうなるのかなってちょっと思ってました。そうだよね。やっぱ B フリーやろうか、緑でそれで、オレンジのソータとやってみてください。はいはい。2曲。体調悪くないですか？体調は大丈夫です。よかった。はい。どっちがやりたいとかあります？なんか昨日も考えたんですけど、で新たな一面を見せるんだったら、ムーブオンな気もするんですけど、自分のそのやっぱ歌がメインなので、歌をその自分の鍛えるためにもとか自分の歌を見せるためには B フリーなのかなみたいなっていうのを考えて、結局どっちをやりたいとか決まらない感じなんですけどそうだよね。はい。結論から言うと、
レオは B フリーの青をやってもらいたいかなと思ってます、歌もダンスもだけど、どこの部分に、歌詞のどこの部分に、焦点を持ってくる、どこに強烈に聴かせたいところを持ってくるかみたいなデザインをしっかりしてほしいかも、なんとなく全体をうまくやるよりは、歌とダンスのデザインを完璧にやってほしいです、ここからは本当に難しくなってくると思います。全員個性とスキルがひしめき合ってる状態なので、今のところ B フリーの赤をマナトがやる予定なので、強烈なテクニックをもってして、やってくると思うので、そこに真っ向勝負で、立ち向かってほしいと思ってます。B フリーだと思います。なぜ？ぽいからぽいからっていう。でも俺的には黄色か紫な気がします。なるほどね。その心は特になんとなくですね。でもなんかサビプリフックは結構得意っていうなんか自分の中であるんで、B フリーの紫をジュノにやってもらいたいと割と思っていました。やった。制作時からここはジュノンだろうなと思ってやっていたところなので、ありがとうございます。しかも最後締めなので、しっかり締めます割とこの曲はジュノンの爆発力にかかってる気がします。ので楽しみにしてます。頑張ります。失礼します。いらっしゃい。ラップしてみたいです想像してなかったら、なんでみんなラップしたがるんだろうな。めっちゃかっこいいです。できるかなできないかなっていうところで言うとさ、ここの歌い方とかね、なんか裏声っていうみたいなやつ、いけると思う？全然いけます。あ、本当？10日間そう7日間ね。7日間もあって全然本当？いけます。じゃあこの「やれでこの手」ってやつやってみてもらおうかな。疑似プロフェッショナル審査としてその審査発表の時だけで本当に見るから、それまでは逆にどういう、過ごし方をしても構わないので、どういうふうに成長しようと思うかを、自分でイメージして、練習を考えていって自分のベストを出してくれたら、もう一度頑張ってください。頑張ります。 Be free 新しい朝日が昇る夜長を僕に見せてよ。おそらくこれでチームとしていいパフォーマンスを見せた方の方は全員残ることができると思うので、脱落するメンバーが1人ということはいいパフォーマンスをチームでできた方は全員が残れると思うので、そのつもりで頑張ってください。では 6vs6 チームバトル開幕。焦らず、一歩一歩着実にやりますか。大丈夫、やりましょう。あ、いいね。レッゴー Be free。俺らさムーブオンをやるわけじゃないから、そうだから他のチームを見て焦るとかそういうんじゃなくて、まず一つ一つ見るべきところを明確にして焦らないようにしっかりよそ見をしないでしっかり上だけ向いていこう。お互い指摘し合って、頑張っていこう。よっしゃ結構今歌い回しをどうしようかって今考えてすごく悩みながら楽しんでます。早くパフォーマンスできることを楽しみにワクワクしてるんですけど、やっぱうちはダンスあんまりやったことない子が2人いるっていうのもあって、その分チームで努力すればいいだけの話なので、今はあんまりその勝負は考えないようにしてるというか、もう忘れてました。まさか歌ってボーカルが一箇所あるという難関です。まだ自分を見せるとこをたくさんいただけたと思ってる。必死に練習しようかなって
待ってます。はい、脱落。トレーナーの2人を紹介します。シットキングス、カズキ、そして小栗。カズキがループオン。はい。お願いします。小栗がビーフリーのコレオグラフをそれぞれ、担当してくれました。ではビーフリー。ビシバシいきます。はい、お願いします。そしたらまずちょっとウォーミングアップ的な気持ちで振りを覚えてもらって、構成とか全然気にしなくていいので、まず右足をこっちにでスタンス広めでチン出す。リズムとしてはこういうリズム。そのまま中にグッて入れるときに両足をそうちょっとここ早いです。胸のそうなんだよ。もうね、完全に体に入ってないと絶対パニックだからここに関してはもう考えなくても勝手にこう順番で踊れるくらいちょっと回数を打ってほしいですね。なんかそのちょっとしたカウントのズレによって全体のなんか形が完成するので、その自分のタイミングをしっかり覚えてそこにビシッと決めていくっていうのをもう徹底してほしいかも。はい。どこまでも付き合いましょう。雲の上でチル。誰が邪魔で君を他の誰かじゃない君と今も夢を見出すよ、ベイベー。お疲れ様です。お疲れ様です。もうちょっと脳みそが限界なそろそろねところまで来てるので。でも寝ると入ったりするからね、そうすげえギリギリまで詰め込んで寝たら入ってたりするから、それ心配しないで。1日目なかなか大変だったと思いますが、明日も頑張りましょう。お願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。ダンス上手くなったね。僕ですか？山田とレイもジュノも嬉しいね。疲れたね、ちょっとね。やばい。今半分ぐらいかな。半分ちょい半分ちょいか。3分の2ぐらい。結構すごい詰め詰めでこう今日はやって、かといってこう遅くまで練習しすぎず、多分寝ることで覚えることもすごいあると思うんで、そこのこう管理というのもしっかり自分でできるように頑張りたいと思います。はい。みんなもレベルが高いのでついていくのに必死で、振り付けを覚えるだけじゃなくて見せ方とか伝え方とかそういうのもやっぱやっていかないとダメなので、ちゃんともう今日で完璧にして明日からもう完全に感情を入れたりとかしたいと思います。はい。
振りは覚えて頭では理解してても体でできないっていう状態です。ちょっとそれにプラスで明日新しくもう半分くらい振りが新しいのが入るのでめっちゃ心配です。もう入れることだけに集中してくれれば、絶対間に合うと思うんで、楽しみにしてます。ありがとうございます。マジで体気をつけてね。ありがとうございます。最初振り入れ始めはちょっと不安だったんですけど、でもなんかこう毎回重ねていくとちゃんとこう形になってきてっていうのが見えたので頑張れると思います。集中力が続かなかったからチョコを食べたいと思います。頭こうやっていこうとしないで体ドンドンドン。振り付けの面では自分は苦戦という苦戦はまだしてないので、本当明確な課題をいただいたこの第二審査なので、そこをしっかりクリアできるように個人の練習もグループの練習も1秒1秒大切にして頑張りたいと思います。前かがみでこうやってやると難しいから大きく振っちゃいな。体後ろに倒したらこうなるけど。そうできない時のこうなんか悔しい感じとか悲しい感じより達成感の方が気持ちいいから頑張れそうです。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで。ありがとうございました。明日には絶対に踊れるようにします。グループ競技なんでしっかりチームで固めていきたいなと思います。まあ起きたら誰かが言ってたら、まあみんなどうせならチームだからみんなでやった方がいいみたいな考えが多分まだ残ってるっていうか、でも実際多分次の審査もみんなで教え合うこととかも多分必要になってくると思うんで、まあ、次はみんなでやれたらなっていうのは思います。胸の夢中チャ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 間違えた。どう調子は？めちゃくちゃいいです。いいです。めちゃくちゃいい。振り間違いは最低でも1回ですね。おお全然俺の目見てくんないじゃん。もう移動してきてバンって、そう降りたタイミングでワンパはい、オッケー。ありがとうございます。ワンエンダーツー。曲の形としては完成しました。まだまだクオリティとか、グループの全然揃ってないんですけど、でも一応振りと構成はみんな入れられて、この B フリーの完成形が見えました。カウントでなんかタイミングが違うし、あそこから全然やられるから開いてズンカカカ左足ね、ズンカカカ左足ドン。振りの難易度とかが上がることに対して、みんなが意欲的っていうか、むしろ前のめりくらいで難しくなっていくことをこう喜んでるくらいの印象があったのがすごい印象的でした。出勤の2人もそれに驚いてました。1日目に教えたことがもう2日目には入ってるくらい、これは自主練相当やってくれてるんだろうなっていうのを感じるっていうのを言ってたし、一方でレイちゃんとジュノンがダンス初心者っていうのもあったから、それすごい気にしてたんですけど、ジュノンはやっぱりあんな顔をして根性派っていうかできるまでやるみたいな姿勢が実はすごい強い子だったりするのをやっぱ改めて感じたのと、やっぱただの未経験者っ
っていう感じはやっぱないですね。2人ともものすごいスピードで成長してるので、本当に嬉しいですけどね単純に、頼もしい、こっちも頼もしいですね、そういう意味だと。いやでもなんかいい感じだと思います。あと動きめっちゃふにゃふにゃなっててふにゃふにゃを直さないといけないのと、歌いながらまだ全然できないんで、でもなんかマイク持ってやるふりしようとすると振り分かんなくなっちゃうんですよ。だからそれもなんか鳴らさないといけないし、歌も歌いながらやらないといけないし、なんかまだまだなんですけど頑張ります。おはようござい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 ます。渋滞ですね、ごめんなさいね。いやいや大丈夫です。明るい曲なら明るく載せればいいんだけど、だけどもそこの中にすごい怒った顔と余裕の笑顔っていうドヤ顔、ドヤ顔してみて。ドヤ顔すぐできる。いいえ、余裕の笑顔どうぞ。あれめっちゃ可愛いだけなんですけど。怒った顔して。目力お願いします。この人強いよ。演技力高い人よ。それちょっと胸ぐらつかんで、ちょっと同じ顔してもらっていいかな。胸ぐらつかむ手でもいい。切り替えないと。近すぎる。ちょっとめっちゃドキドキする。お前になんか負けないよって。ジュノン社長に向かって言ってみ。いや言えないっす。それはちょっとかわいそうなんじゃないお前ってまず言えないっす。違うよ、私セリフだよ。ことのセリフも言えないの？セリフも言えないの？言います。社長ちょっと怒んないでね。はい、セリフだからね。はい。お前になんか負けねえよ。怒ってる。怒ってる。ちょっとヤンキーだったから。はい、ドヤ顔。あれめっちゃ可愛いのあれ。可愛いって言われるの。ドヤ顔。それは変顔。その表情を今日加えながら歌の練習をします。わかる？はい。わかる？はい。いい子すぎるとダメってこういう意味よ。はい。振れ幅がちっちゃい。はい。一つ残らずに教えてよ。走る。一つ残らず引っ張る。ワンズガブ。Tell me baby、どんな君も一つ残らずに教えてよ。そう、これ語尾さ、すごく上手くなったでしょ。わかる？はい。ワン、ツー、スリー、フォー。 Let your feels go。 語尾は？はい。何したの？フレーズの語尾腹で切りませんでした。はい。言いなさい。フレーズ語尾腹で切りませんでした。フレーズの語尾口開いたまま腹で切りませんでした。フレーズの語尾口開いたまま腹で切りませんでした。 Let your feels go go。これね、これでしょ。結局今うまく聞こえるだろ。結局こうやってちゃんとうまく歌える場所が数箇所入ってないと、一曲中で入ってないと、この人全部ダダ漏れで歌うのねえっていう例に出た。はい、じゃあ日高先輩見ながら歌え。ワン、ツー、スリー、フォー。君とならはみ出したいな。はいはいでね、君とならもうそこで来るちじゃんね。来るだろ。君とならの「き」からちっちゃい「つ」つけろ。君とならはみ出したいな。わかる？自分で。まばたきですか？今うまく歌えたのわかる？力が他のところに行って体に力が入んなかった。よし、向こう。要は顔に力がいったので、はい喉が詰まらなかったってことです。ああ。ソータはラップしてる時、踊りがあんなにかっこいいのにラップしてる時だけ目線が下に行っちゃって、自信ないですみたいなのをめっちゃ出しちゃって、踊ってる時だけかっこいいですみたいなの勘弁してちょうだい。わかりました君となら無茶したいな。やだね、嘘くさいね。はい、女の子みたいな顔してみる。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。君となら無茶したいな。ただ、切るとこな。なあ。腹で。なあ。そう。入ったらいいの。顔に映えしてたい。みんなこうやって歌聞いて、レイの声すごいいいじゃん。気持ちいいじゃん、心地いいじゃん。なんだけど、全部同じ音粒だと思わない？ちょっともう一回聞いて。繰り返してる笑わないルーティン。全部つながって聞こえない？
全部滑らかでつながってない、だからちっちゃい「つ」がないからさ、だから「ララ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 ラ」って聞こえない？繰り返してる笑わないルーティン、いいよいいよ、変わり映えしてたい。そうです、そういうことです、そういうことです。ベラデー、どんな気分？ベラデー、ベラデー、ベラデーって聞こえる。ベラデー、ベラデ違うでしょ。デーが一番でかくないですか？ー。はい。ベラデーでしょ。そこが一番でかいと思わないの的に。はい。ベラベラデーでにアクセント。ベラデー。でにアクセント。ドリーメッ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 ト。1秒だって。1秒だって。あ、そうそうそう。自分に腹が立ち、すごくたくさん悔しい思いをして心が折れそうになったレッスンでした。あとはそれで心がテンパっちゃって、平賀さんが言ってることとかリョニャ先生が言ってることとか、周りがこうだよこうだよって言ってることが違う言語を話されてるかのような、できてたことができなくなった自分にすごく動揺しているというか。Be free 新しい朝日が昇る夜中を僕に見せてよ So I want you to be 聞いてみるけど I want you to be ちょっと走ったかな。あ、本当ですか。Be free 今すぐに自由に夢を見ようよ If you can dream it You can do it 全て思いのままさ。この来るとなんか明るくするっていうのを忘れちゃう。そうでしょ。レコーディングはね慣れないと絶対そうだと思うし、俺も何年やってもそうだけど、もうイマジンして。イマジン。全て思いのままさ。うん。全然いいけど、やっぱこれもそうだね。重いとかが全部なくなっちゃう。一応さだけはそうだったって思ってさ確かに。君とならはみ出したいな You're ready この手を取ってうん、ニュアンスつけるとこはすごいいいね。でも、ラだね。君とならうん。そこだけお願い。お願いします。いくぜ。君とならはみ出したいな You're ready この手を取って OK、バッチリじゃない？いいね。すごい。ありがとうございます。ありがとう。ダイヤモンドミリオンダーラーとかなんもなくたってスーパーマン大人からみんなはピーターパンなら連れてくねバーランド。悪くないよ。やっぱダイヤモンドはいいんだけど、ダイヤモンドミリオンダーラーとかなんもなくたってなんかね、そうなんだよね。アクセント入れるとさ、アクセント抜いてるとこのラップが良くなってるから、ちょっと頑張ってほしいから。お願いします。ダイヤモンドミリオンダーラーとかなんもなくたってスーパーマン大人からみんなはピーターパンなら連れてくねバーランド。 OK で走ってる。はい。どんどん良くなってるよ。もう一個入れちゃう？やっぱりもう一箇所だけ入れよう。ダイヤモンドミリオンダーラー。ダイヤモンドミリオンダーラーとかなんもなくたってスーパーマン大人からみんなはピーターパンなら連れてくねバーランド。 OK、今日はこれでいける。 Be free 今すぐに自由に夢を見ようよ。いいね。でもうちょい気持ち力抜けるかな。はい。Be free 今すぐに自由に夢を見ようよ。 Be free は基本何も問題なかったっていうのが一言。ただ要はそんなにレコーディングにフルフルで時間かけられないんで、今日コーラスの成分とかはもう全部取っちゃって、でもうちょっとみんなの中で固めてもらってメインテイクを取り直して完成ってしたいなと思ってたんですけど、せっかく昨日ボイトレですごい良かったマナトがレコーディングになるとこうやって歌えてたのにレコーディングになるとやっぱこうなっちゃうとか、レイちゃんがやっぱ癖が出ちゃうとか、ジュノもやっぱ腹で聴ききれないとか、歌唱力の高いメンバーも対レコーディングになると苦戦するのとかはあったけど、言ったかな。
うんちょっと直すけど、はい。ちょっとこれでいっちゃおうかな。すいません、ありがとうございます。夢を見ようよ。やっぱもう気持ち軽やかだと嬉しいな。はい。力をもう少し抜いて。振り向かないし。大体そうだね。ちょっとなんか自信なくなっちゃってるな。振り向かないしとか。はい。もう B フリーもムーブオンもここまで残ってる人本当に技術が高い人しかいないから、はい、ここで一発バシッと存在感を証明しておかないと、はい、すごくちょっと厳しい戦いになってくるかもしれないから、はい、いや実はね15人の段階からひょっとしたらそうだったのかもしれないけど突出してないと難しくなってきてしまうのは正直あったし、やっぱ存在感が今薄くなってきてるのは確かで、クリエイティブ審査の時みたいにそのチームの雰囲気を良くしていたとかそういうことで何かこう評価がされるということはやっぱりあまりない状況。本当に純然たるダンスと歌のクオリティだけに注視されるタイミングだから、今気合を入れないと難しくなってきてしまう可能性があると思ったので、今言うしかないと思ったっていうのはあります。どうやって切ってたっけな、どうやってやってたっけな。 Be free Be free 今すぐに自由に。やばいやばいよ、もうケツ抜いちゃったもん。厳しいことをちょっと言った方がいいかなって思うチームのために思ってて、ずっともうちょっと責任感を持った方がいいかなってすごい思うのね。で責任って何って思うじゃん。で何かっていうと、一応チーム対抗じゃん。個人のオーディションとはいえチーム対抗でなんか一番最初に向こうと比べる必要性はないよって言っても必然的に比べなきゃいけない状況があと3日後には来るわけさ。ってなった時に負けたチームから脱落者が1人出るわけってなった時に、うちらのチームが負けたらこの中から1人落ちる人が出るわけ。例えば昨日さ、なんか朝練しようって話になったじゃん一回。なんか、時間は決めてなかったよもちろん。にしてもやっぱマナトとソータと俺はやっぱ朝集まってたの、時間は早い遅いにしろ集まってたわけで、やっぱり流れたじゃん今日も。でここまで来てとかで、ルイのサンダルもそうだけど、サンダルじゃ踊れないじゃん絶対に。今日のルイのことでさ、なんか最後2回通そうみたいなやつ5回でいいですよって言ったけど、お前スリッパやんと俺正直思ったからさ。じゃない普通に。そういうの自分が本当にそのことを吐いていいのかとか、その吐いたことを有言実行できるのかとか考えたかもしれないなとは思いました。靴を洗って外に乾かしてて、1日経ったら乾くかなと思って触ってみたら全然濡れてて、で乾かなくてサンダルでやったんですけど、やっぱりチームに迷惑をかけたというか、この合宿に来た意味とかをちょっと忘れかけていたみたいで、ちょっと今日それは一番の反省点です。みんな弱いところあるし甘いところもあっていいと思う。だけど一つこう硬いもの、チームとしても硬いものとかやっぱここに持っていかないと、Be Free っていう曲がちゃんと生まれないと思うし、色付けされていかない。せっかく今こう小栗さんとか色付けしてくれて、みんなが声吹き込んできて命こう入れてるところなんだから、ちゃんと作ろう。でもこの時期なので本当に自分の一言一言の重さはちゃんとなんていうんですかね、意識しなくちゃいけないなっていうのを改めてレオが今回話してくれたことで実感できたので、レオくんがどういう人かっていうのが本当に見えて、別にリーダーとか決まってないけど俺レオくんについていきたいなっていう気持ちがなんかできて、意識しないといけないなっていう考え自体がもっと自分の中で強くなって、今日なんかちょっと厳しいようなこともちょっと年上なのでちょっと言わせていただきましたが、
別に誰がどうとかじゃなくチーム全体でいいものを作りたいっていう思いと、あとまあ本当に僕らならできることたくさんあると思うので、本当に頑張っていきましょう。レオビーフリーまっすぐ大きなミスとかもなさそうだし、あとはもっと磨いていけば。今日すごい慣れた時間、練習頑張ろう。はいはい。夢を見ようよ。やっぱ引っ込んじゃうね。夢を。もうちょっと。あ、そっち系そっち。そう。夢。日高さんから厳しい言葉ももちろん昨日のとか特に言っていただいたんですけど、なんかすごく愛のある厳しい言葉だったんだなって改めて感じましたし、何よりやっぱり日高さんの人の良さだったり愛の強さにこう支えられてるなと思いました。やっぱ昨日今日と悩むことが多かったんですよ、本当に歌で。昨日の夜カメラ映ってないところで日高さんに相談して最後ハグしてもらって、なんか今日昨日よりもたくさん成長できたところが今日あったんで、すごく嬉しかったです。登場しに行きます。パフォーマンスするときに真面目に頑張って踊ることはまず大切なんだけど、それをしすぎると真面目すぎてちょっとつまらなくなると。もらった振り付けを使ってこの歌を表現するってところに持っていかないといけないから、音楽にこう気持ちを沈ませて染み込ませて、いや気持ちいいっていうこのパッションが伝わるともっと見ててこう爽快な気分になるかな。でこれも俺もそうなんだけど、なんかすごいなんて言うんだろう、楽しそうじゃない感じはすごいしたのかな。後半ちょっとなんかAちゃんすごい楽しそうにやってた感じは見えたけど、そういう表情とかもフリー練習したりこう回数重ねていくごとに絶対なんか自分で余裕が出てくると思うから、自分が余裕持ったらさ自分が楽しめるわけじゃん。そしたら見てる人も楽しんでくれるわけじゃん。結果オーライってなるから、だから本当に回数重ねていけば余裕出てくると思うから、みんなで頑張っていこうって思った。ありがとうございます。ありがとうございます。ダイヤモンドミリオンダラーとかなんもなくたってスーパーマン、大人からみんながピーターパン連れてくるバランダイヤモンドミリオンダラーとかなんもなくたってスーパーマン、大人から見ればピーターパン。オッケー、アクセント使ってる。アクセント覚えてるね。覚えてます。正確にはさらに言うとなんもなくたってスーパーマンって感じ。なんもなくたってスーパーマン。そこ全部つかめれば多分ハマる気がする。やばい。よし、リラックスして空見てお願いします。ダイヤモンドビリオンダラーとかなんもなくたってスーパーマン、大人から見ればピーターパンなら連れてくねバラン。なんだ、だいぶ焦ってる。ダイヤモンドビリオンダラーとかなんもなくたってスーパーマン。オーケー、バッチリそれダイヤモンドビリオンダラーとかなんもなくたってスーパーマン、バッチリそれダイヤモンドミリオンダラーとかなんもなくたってスーパーマン、大人から見ればピーターパンなら連れてくねバラン。ほういい60点くらい。これで力抜いてやってみたら意外とハマったりする。一次審査の時も結局自分の思うようなラップのパフォーマンスが 100% できなかったっていうのが今振り返っての反省なので、そこをしっかり今回こそ出せるように。でも確実に前回よりコツっていうかつかめるものをしっかりつかめてきているので、本当それを本番に出せるようにこれからマジで反復練習を頑張りたいと思います。レッバンバーなんかレ
ネバーランドできるよね。ネバーランまあ、ヒントとしてはめっちゃ力入れるじゃんそこまで、大人から見ればピーターパンなら連れてくで一気に抜いたらネバーランド勝手に入る、勝手に入る。頑張ります。ありがとうございます。ネバーラン大人から見たらピーターパンなら連れてくネバーランネバーラン。ここまでラップに深く考えている人に出会ったことないので、本当にそんな方にも教えてもらえてるのがすごい幸せだなというふうに感じてます。ちょっとその日高さんの期待を裏切らないようにしっかりラップの方固めていきたいなというふうに思います。雲の上で知恵誰か邪魔できる他の誰かじゃない君と今も夢を見出すのベイベー忘れないで暗い上がってこいたブランドゥでそうたくんとジロンくんめっちゃなんか本当にやろうとしてるの分かるんだけど、なんだろう、目がちっちゃいからかなんか爆弾発言違うなんか目開いたら本当にすごいよくなると。なんかそうたくんさすごい顔でやろうとしてるのめっちゃ伝わる。見えないからか前髪でそういうことかもしれない。可愛いな練習全部可愛いな。前に出すパワーが欲しいかなじゃないかな。だから先生に届いてないってことは多分画面の向こうの人にも届いてないってことだから、なんか Be free で Be free はい、皆さんも一緒にはいこれできないと思うね。恥ずかしさで捨てちまえ。 Be free ほらジュノンほらお前まだめっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃんめっちゃよかった。めっちゃ Be free ですか。いいねいいね。ちゃんとやってもらって。でも自由にはなってます。よっしゃやりましょう。自由だからお前だよ。規定ないから。お前だよ。そう規定ないのがね、だから不正解なんてないですよ。これよ、何も言わないのが Be free よ。言葉で語るわけじゃないんだよ。いいじゃないの。マジ自信ついた。いや今日一日でもう最初の動画と見比べてみたいわ。最後さ、ちょっと美香さんに総評をもらおうか。まあね、語り出したら止まらないんだけど、しょうがなく一言でまとめるとしたらすごい。チームにはパフォーマンスの返しをしたいし、勝ちたいは勝ちたいんですけど、勝ち負け関係なく楽しんだもん勝ちですからね。もう楽しむことが何よりの勝利ですよね。明日は絶対一番音楽を楽しみたいと思います。明日の審査のダンスの振りパフォーマンスは結構いい感じに詰められたので、明日本当に 100% で出し切れるように頑張ります。俺ら今自由なんだぜって6人で見せられるかが心配だったんですけど、なんか何があったかは分かんないんですけど、みんなすごい良かったなって。今日の最後の踊りではみんなしっかりそれが想像できてたんじゃないかなと思います。曲としての意味っていうのを初めて聴く人たちに伝えられるかどうかっていう自分たちの課題が多分本当に明日試されると思うので、僕たちがやってきたことは間違いないというものを絶対に明日、皆さんに、見せれるように頑張りたいと思います。結果をついてくるものだと思うっていう僕のスタンスが、いつもあるので、このままうまく頑張りたいなっていうふうに思います。もう仲間を信じて、グループ審査の素晴らしさっていうのはこの合宿でずっと感じ続けてるので、もうそれを前面に出していけたらなっていうふうに思います。歌でちょっとつまずいたこともあったので、自分の成長を見せるっていうことと、皆さんに Be Free っていう曲を届けることを忘れずに、エンターテインメントとして見てくださる人に全ていいパフォーマンスが届くように一生懸命頑張りたいと
思います。最高のパフォーマンスをいけるように頑張りましょう。はい、いきます。レゴビーフリー。さら